どうもこんにちは、クリエイターのコタです。ようやく完成しました。こちらコタログダイアリー2024年バージョンです。おかげさまでコタログダイアリーも今年で4年目。日本のみならず台湾、韓国などアジア圏を中心に多くの方にご愛用いただいています。ありがたいことにこれがきっかけで書籍に掲載いただく機会も得ました。ちょっとしたスケジュール管理の悩み解決のために自分用に作り始めた手帳テンプレートがまさかここまで反響いただけるようになるとは夢にも思っていませんでしたね。動画のコメント欄にいただくご要望やリクエストを反映し、コタログダイアリーは毎年少しずつ使い勝手が向上しています。そして2024年版のコタログダイアリーはさらに進化します。テーマはあなたのリズムでスムーズな一日をです。リリース当初こそ1種類だったコタログダイアリーも昨年はもっと自由に自分らしくのコンセプトを掲げ、66種類のバリエーションから選べるテンプレートに成長しました。これまで世界観を広げる形で進化してきたコタログダイアリーですが、今年は今後の展開も見据えて広さではなく深さを追求する改良を加えています。進化のポイントについては後ほど動画の中で解説します。あと昨年からの変化で言えば GoodNotes6 の登場は大きいですね。メジャーアップデートとあって使い勝手が劇的に向上しています。 iPad も iPadOS17 となり、デジタル手帳好きには見逃せない機能が搭載されました。この動画ではコタログダイアリーの魅力と進化のポイント、そして iPad をデジタル手帳として便利に使いこなす活用方法を iPad 初心者の方でも今すぐに実践していただけるようにできる限り分かりやすく語っていきます。それでは始めていきましょう。コタログダイアリーの大きな特徴は3つ。心地のいいシンプルなデザイン、ページ遷移がスムーズなハイパーリンク、便利なガイドページ。これらの要素が組み合わさってこれまでコタログダイアリーは皆様からの評価を得てきました。選べるテンプレートの数は全部で66種類。6つのタイプと11のカラーバリエーションから選択ができます。まずはタイプの紹介です。タイプは全部で6つですが大きく分けて3種類。1週間の予定とトピックをまとめるのに最適なホリゾンタルタイプ。よりスケジュール管理に特化したバーティカルタイプ。1日をしっかり記録できるデイリータイプ。各タイプそれぞれに祝日表記の異なる2タイプを用意しています。名前に JPN がつくものは日本の祝日表記に対応したもの。JPN がつかないものは世界各国でご愛用いただけるように特定の国の祝日表記をなくしたものです。JPN ありは国内版、JPN なしは世界共通版と覚えていただくと分かりやすいと思います。どの iPad でも十分にパフォーマンスが発揮できるよう全タイプ容量を軽く作っています。まずはホリゾンタルタイプのデザインをチェックしていきましょう。ホリゾンタルタイプは表紙、年間カレンダー、月間カレンダー、週間カレンダーで構成された全67ページのテンプレートです。週間カレンダーの各コマが縦に並び、時間軸が横に広がるデザインとなっています。右側にはノートエリアを配置し、予定と合わせてアイデアやタスクを書き溜めたい人に最適なテンプレートです。JPN があるタイプとないタイプの祝日表記の違いはこんな感じです。月をまたぐ日付は境界線を描くようなデザインになっています。2024年版から月の数字もレイアウトしてより視認性を高めたデザインに改良しました。続いてはバーティカルタイプ。表紙、年間カレンダー、月間カレンダー、週間カレンダーで構成されたホリゾンタルタイプと同様に全67ページのテンプレートです。バーティカルとホリゾンタルの違いは週間カレンダーのレイアウト。先ほど紹介したホリゾンタルタイプは週間カレンダーの各コマが縦に並び、時間軸が横に広がるデザインとなっていましたが、バーティカルはコマが横に並び、時間軸が縦に広がるデザインとなっています。またバーティカルタイプではメモエリアを割愛し、スケジュール管理を優先したレイアウトになっています。月の境目のデザインはこんな感じです。スケジュール管理に比重を置きたい人はバーティカルを選ぶといいかもしれません。JPN があるタイプとないタイプの祝日表記の違いはこんな感じです。続いて昨年から登場したデイリータイプ。
デイリータイプはこれまでのタイプとは異なり縦型のテンプレートです。表紙、年間カレンダー、月間カレンダー、デイリーページの380ページで構成されたテンプレートです。デイリータイプは日々書き込むことが多い方におすすめのテンプレートです。スケジュールの横には大きなノートエリアを配置しているので、日時に紐付けた情報を整理するのに重宝します。またドット方眼があしらわれているので、水平垂直が認識しやすくきれいに書き溜められます。打ち合わせの多い社会人の方なんかは会議の内容をメモしたり、イベントの進行と合わせて予定を書き込んだりするのにも最適です。あとデイリータイプは縦型なので iPad のスプリットビューやオーバービューモードで使うことが多い方にもおすすめです。祝日表記の違いはこんな感じになっています。続いてはカラーバリエーション。コタログダイアリーのカラーは各タイプ11色展開です。皆さんのライフスタイルに馴染むようにより多くのカラーを用意しています。採用したカラーは皆さんがカフェテラスでデジタル手帳を楽しんでいる様子をイメージして、そこから連想されるものの色から取っています。ストーン、リーフ、スチール、ラスティーピンク、チェリーブロッサム、ミント、スカイ、モカ、カフェラテ、ミルク、そして定番色のオリジナルネイビー。コタログダイアリーの特徴ともなっているガイドページもそれぞれのテーマカラーに合わせた内容になっています。着ている洋服や身につけているアクセサリー、持ち物とトーンを合わせて使っていただくとデジタル手帳ライフが華やかになります。用途や年代で色分けして使うのも機能的でいいですね。昨年からの進化で言えば雰囲気が変わらない程度に罫線とドット方眼の色を少しだけ濃くしました。人によっては iPad に結構ざらつきの強いペーパーライクフィルムを貼ってる方もいらっしゃると思うんですが、そういう状況下でもしっかりと視認性が確保できるように改良を加えています。言われてもほとんど気づかない程度だとは思いますが、地味に使いやすくなっているはずです。このカラーバリエーションの中でスチールカラーだけは少し特殊カラーです。 iPad のダークモードに最適なテンプレートとなっています。例えば大学の授業や会社のミーティングで薄暗い室内でスクリーンを見ながらノートを取る場面ってあると思うんですが、そういう時はダークモードでスチールカラーのテンプレートを使うと見やすく、周囲への配慮も万全です。目への負担も軽減できます。明るい色のペンで記入してください。さて今年はどのテンプレートでいくか決まりましたでしょうか。続いては具体的な活用方法です。実際に予定を書き込みながらどんな感じで使うかお見せしたいと思います。コタログダイアリーで推奨しているアプリ GoodNotes を使って解説します。テンプレートはホリゾンタル JPN のオリジナルネイビーを使います。まずは年間カレンダー。年間カレンダーは手帳のナビゲーションを兼ねています。月をタップすると月間カレンダーへ、日付をタップするとその日付を含むカレンダーに移動することができます。この考え方は全タイプで共通した考え方です。ホリゾンタルタイプとバーティカルタイプの場合はその日付が含まれる週間カレンダーへ、デイリータイプの場合はデイリーページに移動ができます。この赤枠で示した部分にリンクが埋め込まれています。戻るときは各ページの右上に配置されているホームボタンをタップします。すると瞬時に年間カレンダーに戻ることができます。このようにどのタイプのテンプレートも年間カレンダーを起点にするとページ移動がスムーズです。これでページをパラパラしなくて済みますね。ちなみに編集モード中はワンタップでは移動ができないので、プレビューモードに切り替えてから移動してください。もし編集モード中に移動したい場合はリンクの箇所を長押しして吹き出しメニューから移動することができます。ここ重要です。お問い合わせをいただく約9割がこの部分なので、あえてもう一度言います。編集モード中はワンタップでは移動ができないので、プレビューモードに切り替えてから移動してください。編集モード中に移動したい場合はリンクの箇所を長押しして吹き出しメニューから移動することができます。ここさえ覚えていただければもう難しいことはありません。Apple Pencil を使えばテンプレート上どこへでも書き込むことができます。続いて月間カレンダーページです。コタログダイアリー2024年版の大きな改良ポイントとして、月間ページに新たにリンクを追加しました。ホリゾンタルタイプとバーティカルタイプの場合は月間ページの日付のコマをタップするとその日付が含まれる週間カレンダーへ、
デイリータイプの場合はデイリーページに移動ができます。月間ページに戻るときは各ページの左上に配置されている月表記をタップしていただくと戻ることができます。デイリータイプの場合は右下のカレンダーをタップしても戻れますよ。これで主要ページへの移動が今まで以上にスムーズになりました。月間カレンダーの各コマは予定を書き込みやすいように余白を大きく取ったレイアウトになっています。コタログダイヤリのデザインは予定をたくさん書き込んでも見づらくならないようにデザインに極力罫線は使わず面で構成されたデザインとなっています。こうすることで時間や日付をまたぐ予定を書き込んでも見やすく散らかった印象になりません。早速ここに予定を書き込んでいきましょう。 iPad なんでもちろん Apple Pencil を使ってフリーハンドで書いていただいてもいいんですが、テキスト入力しておけば iPhone から編集するときも便利なのでおすすめです。あと文章の頭に何かアイコンをつけておくと見やすくなりますね。僕はまるで統一していつも使っていますが、もし可愛らしいのがお好きでしたら Apple デバイスには可愛い絵文字がたくさんプリインストールされているので、この絵文字を使ってみるのもページが華やかになっていいですね。コタログダイアリーは全タイプ共通で GoodNotes のデフォルトのフォントサイズの24ポイントが最適サイズとなるようにデザイン設計しています。そのためコタログダイアリーの異なるテンプレートにテキストをコピペしても最適な文字サイズが維持されるのでストレスがありません。GoodNotes ではテキスト文字、手書き文字どちらも検索が可能です。左上の検索から社内会議と、ほらこんな感じでどちらもちゃんと検索に引っかかってるのがわかりますね。結構雑に書いてもしっかりと検索ができますよ。これでアナログ手帳のようにあれどこに書いたっけってことはもうありません。もちろんコピペもできますし、予定が変わってもずらしやすいです。お好きな書式が見つかったらツールバーのテキストスタイルでデフォルト設定として登録しておきましょう。これで毎回書式を変更する手間が省けます。日にちをまたぐ予定も Apple Pencil を使ってこんな感じでマーカーペンで線を引いておけば分かりやすいです。予定の候補が2つある場合は手書きで補足しておけば曖昧なことを曖昧なままに表現できます。このようにこの手帳はまさにアナログとデジタルのいいとこ取りです。今までデジタルのスケジュール管理では書式が決まっていて曖昧な予定や補足情報を管理しづらかった。アナログ手帳は好きだけど書いた場所がよくわからなくなる。そんな悩みがあった方にこそぜひ使っていただきたい手帳です。そしていまいち手帳きれいに管理するの苦手なんだよねって方も日々のスケジュール管理が視覚的にもスマートに管理できるようにガイドページには僕のおすすめするカスタムカラー設定や便利なステッカー、役立つ情報なんかを掲載しています。このガイドページへの動線は各ページ上部に固定表示されています。タップすると外部リンクを許可するポップアップが表示されるのではいをタップするとサファリが起動しガイドページが表示されるので上部の3点マークをタップしてスライドオーバーを選択すると画面上部にフロートされどちらも操作しやすい状態になるので使いやすいです。使わないときは画面外にスッとスワイプすれば邪魔になりません。再び使いたいときは内側へスワイプ。もう一度ガイドボタンを押していただいてもスッと表示されます。ガイドページには僕がおすすめするカスタムカラー設定が掲載されています。このカラーコードをタップするとクリップボードに自動で数値がコピーされるので GoodNotes のプリセットを開いてペースト、こんな感じでカラー登録しておくといつでも統一感のある色が使えて便利です。メインカラーだけでもこの設定にしていただくとぐっと印象が良くなります。続いては週間カレンダーです。予定を書き込んでいきましょう。ノートのエリアはフリースペースなのでその週のタスクとか思いついたアイデアを書いていくといいかもしれませんね。あと GoodNotes は簡単に画像を取り込むことができます。例えばガイドページにある僕が作った付箋ステッカーを取り込んだり、ウェブで見つけた行きたいお店の情報なんかをメモしたり、内蔵カメラで撮影した写真を取り込んだり、こういうアナログライクな楽しさを簡単に取り入れられるのは iPad ならではです。結構使いやすそうじゃないですか。ちなみにバーティカルタイプだとこんな感じに仕上がります。
あと今回ユーザーさんからのご要望が多かったので、昨年は廃止していた Today と Now ステッカーを復活させました。このステッカーは現在を表すステッカーです。もちろん自動で動くわけではないので、こうやって自分で動かさなきゃいけないんですが、これがあるとパッと開いた時に今現在が瞬時に把握できて快適です。こういう手帳って時間軸の距離の長さで予定配分を考えると思うんですが、今現在を起点に距離が測りやすくなってプランニングがしやすくなります。あと今回オプションとしてこのようなカレンダーステッカーも作ってみました。ダウンロードしたファイルを GoodNotes で開いて、投げ縄ツールで選択してコピー、使いたい場所にペースト。こんな感じで日付に印をつけたり拡大して予定を書き込んで使います。ステッカーにしておけば記入した予定ごと次のページに連れて行けるので便利です。GoodNotes 6では投げ縄ツールの選択設定が細かくできるようになって、画面上に書き込んだ情報を移動しやすくなりました。それと2024年版の進化のポイントとしてもう一つ、ガイドページにあるこのアイコン、何だと思いますか？ピンときた方はかなり使いこなしている方ですね。これはコタログダイアリーを瞬時に開くためのショートカット用のアイコンです。ホーム画面からコタログダイアリーをワンタップで開けるようにします。実際に設定してみましょう。ガイドページのアイコン部分を長押ししてフォトに保存をタップすると、アイコン画像がフォトに保存されていることが確認できます。続いてショートカットアプリを開いて、検索で GoodNotes 上のコタログダイアリーのノート名を入力してください。僕の場合はマイダイアリー2024としているので、この名前を入力します。出てきましたね。タップして選択、左のエリアに追加されました。続いて右上上部の詳細マークをタップしてホーム画面に追加を選択します。するとポップアップが立ち上がるので、アイコンをタップして写真を選択、先ほどダウンロードしておいたショートカット用アイコンを選択します。使用、名称はマイダイアリーとしておきましょうか。追加すると、ほらこんな感じでホーム画面にショートカットが登録されました。タップすると瞬時に開くことができます。手間が省けて便利ですね。もちろんそれぞれのテーマカラーに合わせたアイコンを用意していますよ。続いてはデイリータイプでも予定を書き込んでみましょう。雰囲気を変えてカラーはモカを使っていきます。ちょっと可愛らしい手帳にしてみましょうか。 iPadOS 17の新機能も使っていきます。デイリータイプは比率こそ違いますが、年間カレンダー、月間カレンダーの要素はこれまで紹介してきたタイプと一緒。デイリータイプには1日ごとの専用ページが束ねられています。他のテンプレートと同様に年間カレンダーまたは月間カレンダーの日付をタップして移動していただくこともできますし、ツールバーの四角4つマークをタップしてアウトラインを開いていただくと目次が見えるので、そこから好きなページに移動していただくこともできます。コタログダイアリーではどのテンプレートも全ページしっかりと名前を付けているので、目的のページを瞬時に見つけることができます。あとテクニックとしてスケジュール部分の予定を1行1時間となるように行間を調整して、このように開業でコントロールすると楽でいいですね。iPad は Any フォントなどのアプリを入れるとお好きなフォントをインストールすることができます。標準ではインストールされていない可愛らしいフォントを使うこともできますよ。iPadOS 17では新しくステッカー機能が搭載されました。ステッカーにしたい被写体を選択して、キラッと光ったら吹き出しメニューからステッカーに追加を選択するとステッカーが登録されました。吹き出しメニューのエフェクトを編集するとより可愛らしく加工ができます。アウトライン、コミック、プクプク、キラキラ。今回はアウトラインを選択してみました。いかにもステッカーっぽくなりましたね。使うときは絵文字キーボードのステッカーアイコンをタップしてパレットからドラッグ&ドロップで配置できます。
アナログの世界ならシールを集めたり切り抜いたりと楽しくも手間のかかる作業ですが、 iPad なら魔法のように簡単にできちゃいます。はい、こんな感じで仕上がりました。僕はスケジュール管理にこの方法を取り入れて意外にも得るものが多かったですね。一つは曖昧なことを管理できるようになったこと。これは僕がデジタル手書き手帳を始めるそもそものきっかけになったことでもあるんですけど、僕自身この方法に切り替えて曖昧さをうまく管理できるようになって、今までいろいろなスケジュール管理ツールにしっくりきていなかったのはここだったんだなと痛感しました。曖昧なことを曖昧なまま管理するってやっぱり大切です。デジタル手書き手帳なら打ち合わせ中に思いついたアイデアをさらっと横に書き溜めるなんてことも簡単ですし、未確定な予定もそのまま表現できます。モチベーションとか面白いアイデアって意外とこういう曖昧さの中に隠れたりすること多いと思います。こういう情報もしっかりとアーカイブして自分のクリエイティブな活動に役立てることができるようになったのは本当に良かったですね。そして何より記録としての価値も生まれました。よくあるカレンダー系スケジュール管理アプリやタスク管理ツールだと過去のタスクや予定を見返しても全然面白くないんですよね。でもこうして過去の記録に曖昧さや筆跡なんかが内包されていると、不思議とその時の自分の感情が蘇ってきたりするんです。単にスケジュール管理だけではなくて過去の記録としても味わい深いものになるなぁと感じました。やっぱり人間はロボットではないので、完全に無駄を排除した01の世界だとどこか行き詰まっちゃうところあると思うんです。スケジュールを管理するのだって本来タスクを消化したいんじゃなくて、価値ある時間を積み重ねていきたいだけですからね。今までスケジュール管理を試行錯誤しながらいろいろと試してきて、僕にはこの方法が合っていました。もし興味あれば皆さんもダウンロードして使ってみてください。今から説明する手順を踏んでいただければすぐに使うことができます。まずはコタログダイアリーを使うためのアプリをインストールします。ホーム画面の App Store から GoodNotes と検索してインストールします。iPhone や Mac でも使いたかったら同じように App Store からインストールしておいてください。無料版の場合は3冊まで使うことができます。続いてはコタログダイアリーを読み込んでいきましょう。 URL は store.kotalog.jp です。この YouTube の概要欄にも URL を掲載しておきます。ストアにアクセスしたらヘッダーナビゲーションのコタログダイアリーをタップして欲しいタイプのテンプレートを選びます。お好きなカラーを選んでカートへ追加、購入へ進みます。メールアドレスなどの情報を入力してクレジットカードまたは Apple Pay、Google Pay で決済ができます。注文完了。そのまましばらく待つとダウンロードのボタンが表示されます。タップするとダウンロードが開始されます。はい、これで端末にダウンロードができました。ファイルアプリをチェックしてみてください。手続きが完了するとご登録いただいた E メールアドレスにもリンクが送られてきます。このリンクからアクセスいただいてもダウンロードすることができます。万が一データに不備があってアップデート版をお送りする場合もご登録いただいた E メールアドレスにご連絡します。ダウンロードされたテンプレートファイルをタップ、共有ボタンから GoodNotes で開くを選択、新規書類を読み込むをタップすると GoodNotes でコタログダイアリーが読み込まれました。これで準備完了です。ちなみに iPhone や Mac でも使いたい場合はホーム画面の設定から iCloud の仕様をオンにしておいてください。こうすれば iPhone や Mac からも同じノートを使うことができます。その他の設定は特に必要ありません。それぞれのデバイスでアプリを開くと共有されたノートがもう表示されているはずです。このコタログダイアリー、もし気に入ったらお友達や同僚にも教えてあげてください。著作権があるので改変や再配布は困りますが、 SNS でのシェアやレビューは大歓迎です。この動画やサイト掲載の写真もコタログダイアリーの紹介用であれば自由に使っていただいて構いません。コタログダイアリーが皆さんにとっても理想の手帳になったら嬉しいです。何かリクエストがあればコメントください。これからもデジタル手帳関連の動画作っていきます。このチャンネルではクリエイティビティを解き放てを合言葉にデザインやクリエイティブに関すること、テクノロジーやガジェット情報などについて発信しています。いいね評価、バッド評価、どちらでも構わないので下のボタンから評価いただけると嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。